今週の出雲ラボは一部 DIY 界隈で騒ぎになっているかもしれない LINE ノーティファイのサービス終了について対策を考えていきます。これを利用した出雲ラボの鍵開閉通知システムは果たして継続できるのか、よかったら見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。ダイジェストで説明がありましたが、LINE ノーティファイのサービスが終わります。期限はなんと3月エンド。あと2週間。やばいです。うちでは玄関の鍵の開閉の通知をこの LINE ノーティファイでやってたんですよね。これについてはこの動画で解説していますので、興味のある方は見てください。携帯に鍵の開閉が通知されるのはすごく便利なので、なんとか継続したい。で、対策を考えました。というわけで、今週も資料の方からご覧ください。多分、半年ぐらい前からだったと思うんですが、こういう通知が来ました。結構ショックでしたね。とても便利なサービスだったし、DIY 界隈では使ってる人も多かったかと思います。冒頭でも紹介したように、うちでも使っていて、鍵の開閉通知はもはやなくてはならないインフラの一部になっています。LINE の方からは、これからはこれを使ってねという初回があったのですが、無料プランだと回数制限が厳しすぎて使えそうもありません。月に200通だと1日6通ちょっと。このメッセージは届ける人数ごとに1通なので、僕と嫁様とで2通。開けて閉めてで1回の開閉でトータル4通使っちゃう。全然無理。月に5000円は払えないしなぁ。というわけで、仕方ないのでメールに戻そうかと思いますが、メールサーバーへのアクセスって結構時間がかかるんですよ。で、電力を消費する。通信中に電力の大半を使いますからね。それで LINE に変えたっていうところもある。もう一度あれに戻すのも芸がないなぁ。ということで、こうしようかと思います。ESP32 を2台使いまして、片方がバッテリーで動いて、ESP Now というプロトコルで送信します。もう片方の ESP32 は電源をもらっていて、通知をもらったら、えっちらおっちらメールするという算段。ESP Now がかなり短い時間で通信できるので、うまくいけばバッテリー駆動時間をさらに延長できそうです。ではちょっと練習してみましょう。鍵の開閉通知を考えているので、なるべくやり取りを確実にしたいです。ちょっとでもロバスト性を上げるために、メール担当から受信したよという通知を受け取ることにしましょう。というわけなので、こっちの ESP32 が送信したら返事を送るというプログラムを書いてみます。プログラムについてはまたブログの方に上げておきますので、興味のある方は見てください。では、2つの ESP32 で信号のやり取りをしてみます。こっちが送信側、こっちが受信側。送信側は5秒おきにパケットを送信。受信側はパケットをもらったら LED を点灯、返事を返す。送信側も返事をもらったら LED を点灯します。送信しました。受信して返信。返信を受け取りました。こんな感じで ESP Now を使った簡単なやり取りができました。はい。というわけで今週は終わってしまう LINE ノーティファイの代替手段を考えてみました。このサービスが終了するのはとても残念ですが仕方ありません。ここまで無料で使わせてもらえたのを感謝するべきなんでしょう。なんとか代わりの手段を実現しないといけませんね。来週もこの続きをやっていきます。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。